皆さんこんにちは。本日は僕たちが車を購入してから9ヶ月経った今のゴードンミラー V01、 僕たちの愛車について9ヶ月経って思うことについて話します。僕たちがこの車を購入したのが去年の10月末なので、今だいたい9ヶ月ぐらい経った状態です。走行距離も1万6000キロを超えて九州に2回帰ってたりとかもしてるので、ある程度車中泊もしてて使ってきてどうなのかっていうところをぜひ皆さんにお伝えできればなと思います。9ヶ月でどこ行ったの？まず宮崎行くでしょ。まだ宮崎だったっけ？そうだね。そう宮崎行く時に通ったのが静岡、三重、香川、宮崎だね。その後に大阪と軽井沢に大阪、軽井沢、箱根、箱根、茨城、栃木とか、那須行ったね。あと千葉ねとかね。千葉ね。ぜひ見てください。そんな感じでいろんなところを旅して中泊もしてきているので、20代夫婦がゴードンミラー V01 に乗ってどう感じているのか、中泊して快適なのかどうかを話していきます。ゴードンミラーっていうブランド自体がオートバックスが展開しているガレージブランドになってて、それの車、いろんなグッズがあるんだよね。カー用品が武骨な感じ、渋さもあり可愛さもありっていうようなブランドになってて、それの車バージョンです。でこの V01 の他にも何種類かあるんですけど、僕らが買ったのはハイエースがベースになっているゴードンミラー V01 という車種になります。通常のハイエースと違うところは顔が全然違うんだよね。丸めかわいい丸めなのね。あとロゴがついてるね、顔にゴードンミラーって浮き出してる文字文字がついてる。かわいいよね。かわいい。あと外見の違いとしてはその横の部分が黒くなってます。なんといってもやっぱりその中が違くて、この今もう車内で撮ってるんですけど、この木張り、床もね木張りになってて、もうここはフルフラットにしたらすごい広いお部屋が完成するような形になってます。でこれも天然木を使ってる、アカシアのね、本物の木なので経年変化も楽しめるというような、ちょっとおしゃれな感じ、こういうのが良かったです。このゴードンミラー V01 を購入した理由について話していきたいと思います。車をまず探そうと思ったきっかけ、ワンコと旅できるのがいいなと思って探し出したんだよね。ワンコと旅するってなったら、いろんな手段あると思うんですけど、私たちは車がいいかなって、車中泊とかで気軽にいろんなところに行きたいなっていうのがあったので、車を探し出しました。自分たちに合う車はどれかなっていうのを、キャンピングカーとかも見つつ、いろんな普通車というか自分たちの理想の車とかも見ながら車中泊できるかどうかとかいうのを考えながら探していってる中でゴードンミラーと出会い、いい蔵前、自分たちが一番近かった店舗が蔵前だったので、東京の蔵前に行って実物を見たらめっちゃかっこいいってなって一目惚れ。一目惚れですね。して2人ともだよね。もうかっこいいなと思って、行くまではもうほとんど私がテンション上がって絶対かっこいいみたいな、見に行って実際見たらやばかったね。やばかったね。顔ももちろんかっこいいし、もともと車に興味あるタイプじゃなかったので、もうハイエースっていうとなんていうの、商用車っていうようなイメージ、かっこよさはあるんだろうけども、自分にはあんまり分かってないようなところなんですけど、その店舗に実際行ってみて、車を見た時に顔だけじゃなくて中のこのもう作り上げられた空間というか、これで旅するとすごい楽しいんだろうなっていうワクワク感と、あとやっぱり思ったのはもうラダー使って上に登ったんですね。もう店舗でもその時の景色がやっぱりもうゴードンミラーの蔵前店舗の景色で店舗の中だけどもやっぱりその今までの普通に生活してる中じゃ絶対見れないような光景が広がっていて、もうこれは
これはっていうところでちょっとだったね、うん2人ともアドレナリンがあの日はなって、そうなったんですね。その後もキャンピングカーとかいろいろ見に行こうって思ってたんですけど、もうゴードンミラー見てからもうほぼほぼ決まりだよねみたいな、で直感を信じてるタイプなので2人とも多分他を見に行っても結局ここに戻ってくるだろうなっていうのも思ったので、2ヶ月後ぐらいの試乗会を予約して、その日は帰ってもう試乗会の日はほぼ契約日みたいな気持ちで行ったよね。試乗会終わってそのまま契約みたいな感じで、そのまま契約した。迷わずそのまま契約してっていう流れだったので、本当に一目惚れだった。一目惚れだね、一目惚れしたっていうのと、この車を自分たちが手にした先の未来がワクワクしたね、したので、それが理由です、買った理由になります。購入して9ヶ月今経ってるわけで、購入してみてどうだったのかっていうのについて正直レビュー今から話していこうかなと思います。まずこの車の価格、オプション込みで税金とかも全て合わせて760万円でした。20代夫婦で初めての車でこの金額はちょっと勇気はいった、覚悟したよね。覚悟を決めて購入した車ではありますが、この車を通して出会う人とか得られる経験が詰まってるなと思って購入しました。じゃあ実際にこの車を購入して9ヶ月経ったわけですけれど、運転してみてどうですか？運転はしやすいよね。しやすい、多分、しやすい初めての車なので比べる対象はほぼないですけど、全然運転できます。思ってたのはやっぱりハイエースって普通の乗用車とかに比べると大きいようなイメージがあったので、すごい運転しづらいかなと思ってたんですけど、最初は顔も平べったいというか前がないし、そう前がなくて座高も高いから見晴らしも良くて、運転すごいやりにくいなと感じたことはあんまりなくて、気をつけなきゃいけないのはやっぱりお尻がでかい長いケツでかい内輪差をやっぱり気をつけなければいけないので、曲がる時だけちょっと慎重になったりもするんですけど、まあそこまで別に、ファミリーカーとかと変わらないらしいです。大きさ、的には変わらないっぽい。女性でも運転できます。あとは使ってみて、この車の車高がこのキャリアを含めて 2.1 メートルなんだよね。結構お買い物とかも車で行ってたりすると思うんだけど、普段使いもこの車1台なので私たち、普通の買い物もこの車で行って、旅もこの車で行ってます。問題ないんだよね、全然問題ない。基本的には 2.1 以下っていうところが多いので、 2.1 を超えると結構入れないところも増えてくると思うんですけど、2.1 以下なら割と商業施設系とかも入れるし、いいよね。普段使いでも全然使いやすい車です。ゴードンミラーに決めた理由もう一個ある。旅をするだけの車じゃなくて、普段使いもできる車がいいなって思ったのが、この車に決めた理由の一つでもあります。旅以外でも使える。そう、キャンピングカーとかだと結構旅メインで、普段使いとかはまた違う車とかを持ってる人も多いと思うんですけど、今のところ私たちはこの車1台で生活してるので、例えば10年後とかで旅を頻繁にしなくなっても普通に使える車とかがいいなと思ってゴードンミラー V0 をグッって感じで買いました助手席の乗り心地はどうですか？どうなんですかね。助手席どうなんだろうどうですか？僕らどっちも運転するので、どちらも助手席に乗ることがあるんですけど、動かせないんだよね、椅子が。そう、椅子を前後に動かすことができなくて、足が長い人とかだとちょっと窮屈に感じることもあるかもしれない。私窮屈だそうですそうだよ。リクライニングは倒せるので、そこは問題ない
んで。でもあの棒つけてると倒せないよね。ああ、そうなのか。あんまり倒しません。あんまり倒しませんので、このまま寝てますまあ確かに、まあ本当に眠くなった時はどっかに車止めて後ろでもここで寝るっていう作戦にした方がいい。助手は基本的には起きてます後ろの乗り心地はいかがですか？僕ら基本的に前に座ってるので、後ろはあんまり乗ることもなくて、他の人が乗るしかないね。そう、他の人が例えば乗る時に本当1回2回ぐらい後ろ乗ったことはあるんですけど、後ろの席ってめちゃめちゃ広いんですよ。シートはちょっと硬めなんですけど、足すごい伸ばせるんで結構快適かなと思ってます。後ろは3人乗れるんだよね。3人乗れる。前も3人乗れて6人乗りです。今更マックス6前3人はちょっと、前3人はちょっと圧迫感があるかな。後ろ3人は普通。あんまりそんな窮屈ではないと。足も伸ばせる。跳ねる跳ねるね。跳ねる、前ほど前よりも跳ねる。前よりも跳ねると。そう跳ねまくってます跳ねまくって、まあそれも楽しみということで今はね今は楽しんでます。僕らはやっぱりこの車をなんで購入したかっていうのを先ほどお伝えしたんですけど、やっぱり車中泊ができるっていうのがかなり大きくて、でまあ車中泊を何回か経験していく中で使い心地っていうところをお伝えできればなと思うんですけど、これはもう買ってそのままできるもんね。何もいじらなくても買ってその日に車中泊できるぐらい整ってるというか、もう何もしなくてよい。そう結構 DIY する人とか普通のハイエースを買ってベッドキットとかを積んで車中泊仕様にするとかいう方もたくさんいらっしゃるんですけど、僕らも DIY とか全くやったことなくて、やりたいなと思いつつなかなか手が出せないっていう人からすると、こういうのはすごいありがたくてまあすぐ使えるっていうので、おしゃれだ。そうおしゃれで何もしなくて布団だけ敷いて寝れるっていうのはもうすごいありがたくていっぱい使ってます。でやっと DIY にもちょっとね挑戦しだしてまた他の動画で紹介してると思うのでまあ、この動画でちょっと1個作ってるのでぜひそれも見てください。どう？寝れる？めちゃめちゃ寝れるね。爆睡。爆睡だね繊細な人音とかに繊細な人はどうなんだろう。私たまに寝れない時ある、寝れない時ある。そう雨の音とか、バイクの音とかでも寝てるけど、ああまあ寝れないことはないって感じ、まあ仮眠だと思えば全然快適すぎるぐらい、まあ、雨とかはやっぱぱりダイレクトにここに来るから、これはコードとかの話じゃないよね、車中泊はもう仕方ないのかなっていうのは思うし、すみません、だとしたら超快適ですワンちゃん2匹と大人2人でセミダブルのマットレスを今引いてて寝てます。だいぶ快適に、だいぶ快適で快適に過ごしたかったので、マットレスもいいやつ徳井さんと布団ファクトリーさん、快適だよね、めちゃめちゃ快適寝心地がいい、とお家で使ってる枕とか、で寝袋とかじゃなくて布団で寝てます。普通に布団を敷いて寝るっていうことをしてます。超快適です。あと収納ね、やっぱりハイエースといえば下も収納できて、まあ、上も隙間にいっぱい置いてるもんね、でももっと収納は DIY して、収納場所をちゃんと作りたい。棚とかね、どこ行ったとかは全然ある、広いからそうだね、やっぱりセミダブルのベッドを引いて寝るので、上にはなるべく物を置きたくなくて、まあ、その分下がいっぱい入るので下の収納をうまく活用していけばいいかなとは思うんですけど、でもだいぶ乗るよね。うちらキャンプで使うものも全部載せて、車中泊のも載せて来てるもんね、基本的にそれでもうね全部乗っちゃうぐらい少ないっていうのもあると、キャンプギアにまあそうだね、でも全然余ってるぐらいです、うまく使えばもっと収納できます。ゴードンミラーのイベントがあって、ゴードンミラーオーナーズキャンプっていうのがありまして、オーナーさんが集まるキャンプがあるんだよね。前回が10回目で僕ら初めて参加してきたんですけど、
念願の契約した時からその話は聞いてて、 YouTube にもその上げてくださってるオーナーさんもいらっしゃったんで、もう見てたんですけど、すごいもう楽しそうで、すごいずっと行きたいなって思ってたんですけど、いや納車してからのタイミングがそう前回そうだよね、やっと行けて、めちゃめちゃ楽しかったね。めちゃめちゃ楽しかったオーナーさんともいろいろお話しさせていただくことができて、やっぱりこの人とのつながりっていうのが、改めて広がっていくね。っていくのがすごいいいなっていうのをいいよね、思ったので、また行きたいねですね。全部行きたいね。全部行きたい10回目なんで初参加、今後もぜひ参加していきたいなと思います。総評総評9ヶ月経ったフォードミラー V01 は最高です満足です。満足度 200% ですね、これはこの車ですごい今までのライフスタイルと全く変わって、こんな車中泊なんて今までやったこともなかったし、車すら持ってなかった僕らだったので、もうこうやってこのワンちゃん連れとしてはすごい嬉しい、夫婦としても嬉しいような生活ができてるっていうのが今あるので、もうすごい大満足ですねいろんなところに気軽に行けるのいいよね。そうなんですね。もう平日でも構わず車中泊したりとか、それはちょっとレアだけど、それはレアかもしれないけど僕らはそういうのも実際やってるし、その前日に例えばキャンプ明日行くって言って予約取って行けちゃったりとか、もうやっぱりこの車あるからこそできること、自分たちはこの車が来てからそうなったというか、そういうライフスタイルが遅れてるのが幸せですね。楽しいよね。なんでこれからもぜひいろんなところにね、キャンプもそうだし、車中泊で、日本全国行きたいところに行けたらなっていうか思いますので、その様子とかもまた今後 YouTube に載せていきますので、皆さんにご覧いただけるとすごい嬉しいです。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。